これまでハギー&フレンズはただのスピンオフだと思っていました。けれど、どうやらそうではなかったようです。実際には、このゲームの中に本編と深く関わる重要な秘密が隠されていたのです。そのきっかけとなったのは3つの謎でした。ポピーの手紙、動画に登場する子供、そしてプロトタイプ。これらの謎を一つずつ紐解いていくと、モブが意図的に隠していた真実が浮かび上がってきます。今回はその隠された秘密に迫りながら徹底的に考察していきたいと思います。ちなみにこのホラムビくんスキンはこのハギー&フレンズをするためだけに作りました。それはさすがにやりすぎだろと思った方はぜひチャンネル登録と高評価で応援をお願いします。ポピーの手紙。ゲームを始めると最初からポピーズレターというアイテムを持っています。直訳するとポピーの手紙です。内容はまるで危機が迫っていることを警告するようなメッセージであり、同時に簡単なゲームの説明も兼ねています。奴らは逃げた。君を探している。ハギーワギー、マミーロングレックス、キャットナップ、ドクター、ドーイ。生き延びる方法。テープを見つけて、それをテレビに入れて、それが君に教えてくれる。スマイリングクリッターズは仲間。助けられるなら助けてあげて。君の手は一つしかない。実験体に他の手を奪われた。幸運を祈る。そして最後にはポピーの絵が描かれています。ここで気づいた人もいるでしょう。この手紙はチャプター1の冒頭に登場した花を探しての手紙とほぼ同じ構成になっています。花の絵の左下にある飛び散った血痕まで一致しているのです。しかも両方の手紙にはスペルミスという共通点があります。チャプター1の手紙ではディサピアードの綴りに S が一つ多い誤りがあり、さらに We are のアポストロフィーの位置も間違っています。そして今回のマイクラ版の手紙にもスマイリングクリッターズの L が一つ多いこと、They are のアポストロフィーの位置が違うという似たような誤りがあります。これらのスペルミスは単なる偶然ではなく、意図的に同じ人物が書いたことを示していると考えられます。つまりチャプター1の手紙を書いた人物とこのマイクラの手紙の書き手は同一人物ということです。ではその書き手とは一体誰なのか。手紙のアイテム名はポピーズレター。この名前はポピーの手紙ともポピーからの手紙とも訳すことができます。文脈を見ていくと手紙にはグラブパックのハンドについての記述があり、受け取った人物がグラブパックを使う立場であることが示されています。しかしポピー自身はグラブパックを使えないため、これはポピーに宛てた手紙ではないとわかります。さらに実験体やドクターの存在まで把握している人物となるとその範囲は非常に限られます。つまりこの手紙はポピーが書いたもの、すなわちポピーからの手紙という解釈が最も自然です。これによりチャプター1で謎とされてきた手紙の差出人がポピー本人であることが明らかになりました。それでは次の謎、子供たちの存在についてさらに深く見ていきましょう。子供について、ハギー&フレンズの動画には2人の子供が登場します。この子供たちはプレイヤーを象徴する存在として描かれていると考えられます。動画そのものがゲームの魅力を伝えるために制作されたイメージ映像であるためです。ただ、その中にはゲームの宣伝映像としては明らかに不要なシーンが含まれていました。それが序盤に描かれるタンスからグラブパックを取り出す場面です。しかも子供たちは非常に慣れた手つきでグラブパックを操作しており、どう見ても初めて扱うようには見えません。ではなぜこのシーンがわざわざ挿入されたのか。マイクラコラボ動画は今回で2回目ですが、1回目にはこの場面は存在しません。それなのに2回目の動画で突然追加された。つまり意図があって入れられたということです。ここから導き出される仮説が、この子供たちはプレイ系出身の孤児ではないかというものです。まず子供たちが出かけた時間帯は夕方です。次のシーンでは夜になっており、朝方でないことがわかります。夕方から夜にかけて子供たちだけで外出するこの時点で両親の不在が暗示されています。さらにグラブパックを所有していること、扱いに慣れていること、そして身寄りがないように描かれていること、これらを総合すると2人がプレイ系の孤児である可能性が極めて高いのです。そして重要なのは最初のマイクラコラボ動画の冒頭です。そこでは現実世界、つまりホームスイートホームにいたハギーがマイクラの世界へやってくる描写がありました。先ほどのポピーの手紙の奴らは逃げたという警告と合わせると、この構図はホームスイートホームから脱出した孤児たちを追ってハギーたちがやってきたと考えるのが自然です。孤児たちは逃げ延びた先として偶然マイクラの世界にたどり着いた。
しばらくの間、そこで平穏な日々を過ごしていた、そんな物語が見えてきます。マイクラのモブに対しては冷静に対応していた彼らですが、ハギーたちを目にした瞬間、明らかな動揺を見せています。つまり、この世界にはハギーたちが存在しなかった。だからこそ、恐怖を覚えたのです。手紙の内容には、奴らは逃げたと書かれていました。差出人は工場の内部にいる人物であり、ポピープレイタイムの世界から孤児たちの安否を案じて手紙を送った。そう考えると筋が通ります。孤児たちの居場所を知り、なんとか連絡を取ろうとしたが、ハギーたちの脱走を知って、彼女は危険を知らせようとした。つまり、この手紙は、工場の中に残されたポピーから孤児たちへの警告だったのです。ここで気になるのは、ポピープレイタイムのゲーム内で、本当に逃げ出した存在、プロトタイプです。次は、プロトタイプの謎についてお話しします。プロトタイプ、ハギー&フレンズのゲームには、数多くの可愛らしいトイたちが登場します。ゲーム説明文にもある通り、プレイヤーがおもちゃを持ち込んでこのゲームで遊ぶという設定で、メインキャラクターから不採用になったおもちゃまで、多彩なラインナップが揃っています。あなたのお気に入りのトイもきっと見つかるはずです。しかし、そんな中で唯一存在しないキャラクターがいるのをご存知でしょうか。それが、プロトタイプです。ここまで考察を進めてきましたが、冷静に考えると、このコラボゲームはあくまでお祭り的な雰囲気で作られています。ワイワイ楽しむゲームとして完成しているにもかかわらず、なぜ唯一プロトタイプだけが問い化されていないのか。それが非常に不自然なのです。実際、コラボカフェではプロトタイプと電話のトイ、オーリーのイラストが存在します。電話のオーリーは名前まで設定されていますが、プロトタイプのトイは一切登場しません。なぜでしょうか。その理由は一つ、プロトタイプはおもちゃではないからです。この一点が、ハギー&フレンズという明るい世界の中に、本編の史実と不気味に重なる影を落としています。つまり、この作品は単なるスピンオフではなく、本編の裏側にある真実を補うための補完的作品でもあるのです。また、ゲーム内でのハギーやマミーの行動も、原作の性格描写を忠実に再現しています。例えば、マミーが孤児の頭を撫でるシーンは、マミーの性格を捉えてます。つまり、彼女たちは似せて作られた存在ではなく、ポピープレイタイムの世界から直接やってきた存在として描かれているのです。もちろん、それはゲーム制作陣の演出力や理解の深さによるものでもあります。しかし、ここで重要なのは、モブエンターテインメントがこのコラボを通して何を伝えようとしているのかという点です。本編は最終章に向けて動き出しており、まだ多くの伏線が未回収のままです。そんな中で、このマイクラコラボの中にまでポピーの手紙といった描写を入れたのは偶然ではありません。モブは、おそらく本編に入る前の段階で、いくつかの伏線をさりげなく回収しようとしている。そして、プレイヤーに気づいてほしいと訴えかけているのです。10年間も監禁されているはずのポピーが、なぜ何度も手紙を出せたのか。その不自然さを感じ取ってほしい。そう語りかけるような、モブからの静かなメッセージが、確かにこの作品の中に潜んでいるのです。2人いる。これまでの考察の中で、ポピーが2人存在するという結論にたどり着いたことがあります。それは単なる推測ではなく、数々の証拠を積み上げた上で導き出した論理的な答えでした。そして今回、ポピーズレターの差出人がポピー本人であることが明らかになった今、一つの疑問が浮かび上がります。長い間ケースの中に閉じ込められていたはずのポピーが、どうやって主人公に手紙を出すことができたのか。その答えは、協力者の存在です。つまり、もう一人のポピーがいたのです。チャプター3での超長い間という発言も、単なる愚痴ではなく、監視のある環境であえて発した言葉であり、私は実際にケースの中にずっといたとアピールするもの。彼女はもう一人のポピーと協力し、プロトタイプやソーヤー博士を欺こうとしていたのかもしれません。この、もう一人のポピーの存在を示す手がかりは、ハギー&フレンズの動画の中にも隠されています。映像の中で、女の子の後ろに一輪の花が飾られています。植木鉢に添えられたその花は、青いヤグルマギク。マイクラでは、青色の染料をクラフトするために使われるごく一般的な花ですが、ここにこそモブの意図が潜んでいると考えられます。ヤグルマギクは、戦没者の追悼や終戦の象徴とされる花です。フランスでは今も、追悼記念日にこの花を胸に飾る風習があります。この象徴は、セーフヘイブンの祭壇に置かれていたリメンブランスポピーとも強く呼応しています。リメンブランスポピーは、このチャンネルを見てる皆さんには馴染みのある言葉ですよね。2回目の動画冒頭がなぜ必要だったのか分かりました。
マイクラにはポピーの花があります。赤と青、2つの花が対になって描かれることで、2人のポピーの存在を暗示しているとも考えられます。モブの創設者の兄弟はもともと、マイクラのアニメーションを YouTube に投稿しており、マイクラに詳しい人物です。もちろんヤグルマギクは知ってたと思われます。当初からこの構想があったと考えたら、辻褄が合いそうです。